実は畳めます。おああとんでもないとんでもないはい、じゃあいって皆さんこんにちは、Z です。今日はぶっちゃけ中国の通販サイトから物いっぱい買ってきました。じゃんじゃん。中国の通販サイト、皆さんもよくご存知かもしれないんですけれども、テムとかシーインとかいろいろあるんじゃないですか。そういったような通販サイトでポチッと押して日本の自宅まで届けられるような完璧な物流の仕組みが作られている通販サイトではなくてですね、中国人がよく使われているサイトで物を購入しました。それは何がめんどくさいかというと、中国国内で届けられているようにしているんですけれども、なかなか海外はですね、もう一回の物流が必要になってくるんです。例えば、そのサイトをポチッと物を購入して、まず中国の住所に届けられます。で、もう一回別の物流をお願いして、海外輸入っていうような仕組みを取って、中国の倉庫といいますか、日本まで届けるような仕組みをとってます。なぜわざわざそんなめんどくさいやり方をするのっていうと、やっぱりですね、テムとかシーインとかは中国にしたら海外向けのような仕組みなので、海外で輸入できる商品じゃないとそもそも売ってくれないんですね、その商品は。それと比較して中国もともと国内の人にしか売らない商品はいい意味を言いますと、バリエーションがより広がっていく。商品はもっとあるって言えるんですけれども、悪い意味でしたら、何が起こられても、悪い意味の想像できないんですけれども、そういったところもありますね。で、実際、私が使っていたのが、めちゃくちゃ王道のタオバオと、もう一個の通販サイトは、アルファベットの JD って書くなんですけれども、そこは、割と、デジタル系の商品だったり、携帯とかパソコンとかは有名ですね。なぜかというと、そこは例えば買って1年以内は値段の高い電子製品メーカーが保証がつくんじゃないですか。そのサイトは、他のオプションサービスがあって、1年以内のメーカー保証が切れても、そのサイト自体が運営しているヘルプセンターといいますか、そこで無料の修理のオプションが付けられるそうなので、心強い売りで電気製品とかすごく人気となってます。で、もう一個のサイトは PDD という通販サイトなんですけれども、あれはどちらかというと生活雑費とかお菓子とかめちゃくちゃ安いものがいっぱい売られているサイトでして、タオポより安いんですよ。100均でいろんなものを選べてるような感じなんですけれども、正直クオリティはあまり期待できないサイトではあるんですけれども、便利っちゃ便利だなとは中国人として思っております。ではですね、今回たくさん購入してきましたので、一個一個開封して皆さんにご紹介できたらなと思っていますね。ちっちゃいやつからいってきましょうか。はい、なんかちょっと可愛い箱になってますけど、開封してみましょう。じゃーん。なんすかね、これいいか。これはね、私が買ったブレスレットです。真ん中の黄色のやつは、純金ですね。なんですけども、すごく小さいものなので、あと、すごく細いブレスレットになってます。これはね、一応、手作りです。タオバオって中国語の店員さんはずっと裏にいるんですよ。それぞれの店舗に。なので、もしこの店舗の商品気に入ったら、でも買う前に少し心配事、聞きたいことがあれば、そのままチャットできるんですよ。日本の Amazon とかがない仕組みかなとは思うんですけれども、即時レスポンス、即時購入っていうスピード感はすごく強いです。これも私2個買ったんですけれども、これがブレスレットで、もう1個は足の方につけるやつで、今もうつけてるんですけど、自分で測ってみて、長さだったり、あとこの金はどの形にしたいかとかはいろいろ聞いてくれます。ちなみにの話になってしまうんですけれども、中国人ってすっごく貴金属が大好きなんですよ。めっちゃくちゃの太い純金とかブレスレットとかつけがちなんですよ。なんでなんでしょうね。なので逆に私は貧乏なんで、これぐらいできました。どうですか？知らない国のそんな知らないサイトで知らない人から純金とか言われてもなかなか買いづらいんですよね。そうですよね。私も
このタオバオとか使って12、3年は経つんですよね。高校生の頃から使ってるので。言えることは本当に一つしかなくて、あんまりイメージ通りのものが届いてくれることを期待しない方が一番マシかなと思います。買い手側から聞くとめちゃくちゃおかしな話なんですけれども、やっぱりですね、どうしても写真と実物はちょっと違うんですよ。これはまだマシですよ。なので、これは本当に純金かどうかも正直検定するまで意味がないし、そうですね、もうこれで終わりっていう感じ。はい、次。これは何だと思いますか？ふにゅふにゅです。片方は硬い。で、片方はふにゅふにゅ。餅みたいな感じ。これはね、肘パッドです。動画編集とか、普段の仕事もうほとんどデスクワークなので、肘がね、正直痛いんですよ。真っ赤になるんですよ。ちょっと肘パッド購入して、ちょっと置いてやって日常生活やってみようかなと思うんです。確かに100円とかの値段だったので、普通に100均で買い物したっていう感じで。はい、続いてはこちらです。これはね、シルクの枕カバーです。最近ちょっと肌をきれいにしたいので、そういう考えで、やっぱり夜寝るときに一番顔に当たるのが枕カバーですよね。皆さんの枕カバーはどの頻度で変えてますか？私はね、1週間に1回ぐらいしか変えてなくて、それはさすがに良くないなと思って、そしたらさ、枕カバー毎日変えると決めました。そうすると、いいやつを買いましょうっていうことで、こちら 100% シルクの枕カバーを、そういう違う色のシルクの枕カバーを5枚購入しました。洗ってから使ってみようと思います。いよいよこれにしましょうか。これはですね、ちょっと荷物を受け取りに行った時に大変でしたよ。もうちょっと高いクオリティの動画を皆さんに届けるためのツールが欲しかったんですよね。ギャンブル気味で一発買ってみてもいいかなと思って買いましたよ。はい、じゃんじゃん開示していきたいと思います。これはね、じゃーん。お分かりですか？裏はじゃーん。こんな感じで実は畳めます。とんでもない失礼しました。とんでもないことになりましたね。背景用布です。めちゃくちゃでかいんですよ。開けたらパンと。ふざけたい時はそれを使って背景をいろいろいじってみたいなと思います。はい、ということで撮影道具でした。こちらの商品はですね、2400円ぐらいでした。安いですよね。ちょっと危なかったけど。いよいよ最後ですね。こちらです。これもね、撮影道具だと思います。はい。じゃあ、いって折りたたみ式でした。こちらは反射板ですね。はい、というわけで本日の動画はいかがでしたのでしょうか。中国の通販サイトの買い物は正直ギャンブルです。どんな値段のレベルのものでも高いクオリティと低いクオリティのものが存在します。で、金額が下がっていくことにつれてクオリティの低いものの出現する率もだんだん上がってきます。私も言うて十何年その中国の通販サイトで物を買ったりしてるんですけれども、成功したと思った率と失敗したなと思った率は正直五分五分です。なので、中国人にしてもそういう率なので、しょうがないっちゃしょうがないんですね。今の私にとっての楽しみでもあります。もしよかったらチャンネル登録と高評価をお待ちしております。今度は中国の通販サイトで化粧品とかスキンケア用品も買ってみたいと思っています。では、また次回の動画でお会いしましょう。